JLPT この一冊で合格する。みんな本屋さんで買ってねー。もう売り。皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。今日も関西弁講座やっていきたいと思います。今日は3回目ですね。1回目は何々しないの言い方、食べへんとかねえへん勉強しましたね。2回目は何々しているの言い方、食べとうとか寝とる勉強しました。今日は文法っぽい言い方じゃなくて語尾を勉強したいと思います。語尾というのは言葉とか文章の一番最後につく言葉です。語尾の尾はお尻、尻尾のことなので文章の最後につける言葉ですね。例えば美味しいねのねとかね、あと楽しいよのよとかね。これがなくても意味はわかるんだけど最後につける言葉がありますよね。これの関西弁を勉強したいと思います。関西弁の語尾は関東の言い方と結構違うので、これが使えるようになったら話した時に関西弁やなってすぐ分かってもらえるようになると思います。じゃあ早速見ていきましょう。まず関東の言い方ですね。一緒に勉強しようね。一緒に勉強しようね。ねありますね。なくても意味はわかる。勉強しようね。誘う言い方ですね。これ関西弁だと一緒に勉強しようなになります。なになります。な。ねがなになります。一緒に勉強しような。一緒に勉強しような。こんな感じ。次。ご飯食べたよ。ね、これも語尾ですね。ご飯食べたよ。ご飯食べたよ。これは関西弁で言うと、ご飯食べたでになります。でになります。ご飯食べたで。ご飯食べたで。こんな感じ。じゃあ次。そうなんだ。そうなんだ。よく使いますね。そうなんだは、そうなんやになります。だはやに変わります。そうなんや。はい。今日はこの3つ勉強したいと思います。ルールは簡単ですね。まず、ねですね。勉強しようねは、勉強しようなに変わります。それから、よですね。食べたよは、食べたでに変わります。それから、そうなんだ。そうなんだは、そうなんやになります。ねがなになる、よがでになる、だがやになる。もうこれだけのルールです。簡単なんですけど、使うのは本当に難しいと思います。じゃあ、早速問題たくさんやっていきたいと思います。まず1問目。明日遊ぼうね。よく使いますね。明日遊ぼうね。これ関西弁だとどうなりますか？明日遊ぼうね。そうですね。ねがなになるんでしたよね。明日遊ぼうなになります。明日遊ぼうね。明日遊ぼうな。明日遊ぼうな。これ遊ぼうなでもいいし、なくてもいいです。明日遊ぼうな。明日遊ぼうな。短く言うことも多いです。簡単ですね。ねがなになります。じゃあ2問目。関東の言い方。さっきゆか先生に会ったよ。よく使いますね。さっきゆか先生に会ったよ。これは関西弁で言うとどうなりますか？さっきゆか先生に会ったでですね。よはでに変わります。さっきゆか先生に会ったで。さっきゆか先生に会ったで。この言い方です。大丈夫ですか？じゃあ3問目いきましょう。これは話している時に使いますね。日本語上手だね。僕留学してたんですよ。留学してたんだ。すごいね。言いますね。留学してたんだ。すごいね。これまず、してたんだ。だは何になりますか？留学してたんや。ですね。留学してたんや。すごいねは、すごいな。ですね。はい。留学してたんや。すごいな。
関西弁だとこういう言い方になります。大丈夫ですか？じゃあ次行きましょう。これちょっと応用編ですね。あの人がゆか先生だよ。あの人がゆか先生だよ。はい、だよ。これ、だよは勉強してないんですけど、一個ずつ変えるとどうなりますか？まず、あの人がゆか先生だったら、あの人がゆか先生やですよね。で、よはでに変わります。だから、あの人がゆか先生だよは、あの人がゆか先生やでになります。だよはやでに変わります。あの人がゆか先生やで。OK ですか？はい。じゃあ、もう一問いきましょう。これもちょっと応用ですね。あ、ここにちょうどありますね。ちょうど宣伝もできるし。はい。これ、日本語の森の本だね。これ、日本語の森の本だね。はい。だねは何になるでしょうか？これ、日本語の森の本。まず、だは、やになりますね。ねは、なになりますね。だから、これ、日本語の森の本やな、になります。これ、日本語の森の本やな。だねは、やなですね。はい、いいですか？じゃあ、もう一個行きましょう。明日、暇だよね。明日、暇だよね。確認するときに使う言い方ですね。話している人があなたが暇だと 90% くらい思ってるとき、明日暇だよねと言います。これはどうなりますか？まずルール通りだと、だは、やになりますね。で、よが何になるんでしたか？でになりますよね。それから、ねはなになるんですよね。ルールだと、や、で、なになるんですけど、これちょっと特別です。だよねと確認をしたいときは、こうなります。やんな、やんな、です。この二つだけルール通り。明日暇やんな。明日暇やんな。これは、明日暇だよね、暇ですよね、と確認をするときの言い方になります。やんなになるので注意してください。大丈夫ですか？はい。では今までのルールを覚えて一番最後長い文章をやっていきたいと思います。A さんと B さんの会話です。まず関東の言い方から。明日テストだね。明日テストだね。うん。10時からだよね。うん。10時からだよね。A さんが。そうだよ。今日一緒に勉強しようね。と言っています。はい、この語尾全部関西弁に変えていきましょう。ちょっと考えますか？はい。全部勉強しましたね。まず最初、明日テストだね。これは明日テストやな。ですね。明日テストやな。B さんが、うん、10時からだよね。確認してます。さっきやりましたね。確認するときは、10時からやんなになります。明日10時からやんな。明日10時からやんな。うん。A さん、そうだよ。だよは、そうやで。そうやで。簡単ですね。今日一緒に勉強しようね。では、はい。何になりますね。今日一緒に勉強しような。になります。大丈夫ですか？ついてきてますか？一回全部読んでみますね。明日テストやな。うん。10時からやんな。そうやで。今日一緒に勉強しような。できましたか？この、そうやでの言い方なんですけど、せやでっていうこともめっちゃ多いです。ちょっと短く言います。あ、せやで。そうやで。同じです。あと、勉強しようなは、うがないこともありますね。勉強しような、勉強しような。ちょっと早く適当に言うのがポイントです。
はい、皆さん、問題解くことができましたか？使う語尾もすごく大事なんですけど、一番大切なのは文章全体のイントネーションです。全然違うの分かりますか？明日テストだよね。関東の言い方です。明日テストだよね。でも関西だと、明日テストやんな。明日テストやな。になります。このね、音が全然違います。これがすごく大事なので、私の言い方を何回も聞いて、口に出して練習してみてください。はい、今日は関西弁の語尾を皆さんに紹介しました。これを使うだけで一気に関西人っぽくなるので、ぜひ使ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなな、おおきに。毎度おおきに。バイバイ。